彼の名は中二君。今回はインドネシア13泊14日の総額費用を大公開。インドネシア費用総額はこちら。続いて内訳。まずは食費。インドネシアの食事はマレーシアと似ており、梨シリーズがたくさんある。結局ナシゴレンしか覚えることができず、他の梨シリーズは注文が難しかったが、指差しオーダーで何度かは挑戦した。辛い食べ物が多く、味はなかなかうまい。ただし米はパサパサしていて、日本米と比べると物足りなさは否めない。海が近いこともあり、魚料理も豊富で、何度か食べてみたが、魚は生臭さがあり、口には合わなかった。スラバヤで一度ステーキがあったので注文してみたが、肉が薄くボリュームもなく、ひどくがっかりしたのを覚えている。またサテも日本の焼き鳥より小さく、味付けは悪くはないが、焼き鳥のようなボリュームはなく、期待外れであった。インドネシア麺料理も豊富で、ミーゴレンをはじめ混ぜそばやラーメンに似た食べ物もあり、これらは美味しく食べることができた。インスタントラーメンの種類も豊富で、価格も日本の半額ほどなので、たくさんの味をお手軽に試すことができる。スラバヤで驚きだったのは、スイカ8分の1カットが20円というとんでも価格で売られていた。翌日に食べようと思ってはいたものの、見事に忘れて機会を逃してしまったのが残念だ。フルーツも全体的に安く、インドマートというコンビニでフルーツが売られており、100円以内で買える果物をよく買っていた。スラバヤでは屋台やローカルレストランは20系ルピアもあれば、しっかりとしたメインディッシュを食べることができる。だがバリでは観光地価格のレストランが多く、スラバヤの 1.5 倍から2倍近くの価格になる。バリでも現地価格の屋台を見つけて訪問していたが、ホステルなどからはかなり歩かないとたどり着けないので、バリに観光に行く諸君はおとなしく観光地価格で現地人にお金を落としていってほしい。インドネシアはドリンクも全体的に安く、ジュースはミキサーを使いスムージーに似たドリンクもあり、とても美味しいので、ドリンクもぜひたくさん試してほしい。次に交通費。飛行機はスラバヤ行きとバリ行きの2回を利用した。他の交通費はグラブタクシーを利用。インドネシアはバイクタクシーが使えるので、滞在中はバイクタクシーを頻繁に使った。電車や公共バスもあるが、本数が少なかったり渋滞がひどかったりもするので、一人旅であればバイクタクシーの方が効率がよく、目的地までたどり着くことができる。またレンタルバイクもあるので、自分で運転するのも可能である。バリではホステルで松葉杖をついている日本人学生と遭遇した。聞くところによると、雨の日にレンタルバイクで走行中にスリップして負傷を負ってしまったようだ。そして足の手術が必要のようで、インドネシアで受けると100万超えとのことなので、緊急帰国するとのことであった。そういう危険な例もあるので、レンタルバイクは皆くれぐれも気をつけて。バイクがかなり多く、排気ガスがとても多いので、バイクタクシーやバイクを運転する際はマスクをつけることをお勧めする。空手道場に向かう際にバイクタクシーを使ったが、見事に渋滞にはまり、排気ガスの洗礼を受けて体調を崩しそうになった。
次に宿泊費。食費の価格から見ると宿泊費もかなり安いかと思いきや、案外そうではなかった。価格的にはタイのバンコクやマレーシアと近い相場価格となっている。インドネシアの宿泊先はスラバヤでは全て朝ごはんがついていたのに対し、バリは含まれておらず有料サービスだった。朝ごはんは食パンのみで紅茶とコーヒーが提供されるケースが多かったので、このスタイルがホステルのデフォルトである可能性が高い。宿泊所は比較的どこも綺麗で快適に眠ることができた。スラバヤでは観光客はほとんどおらず、現地人の中に混じって宿泊をしていた。最後にその他の費用。バリのジムは1回30Kと値段は安いが人が多く、器具もかなり古く、おまけに臭かった。洗濯はバリの宿泊先のホステルでサービスがあったが、1キロ 25K で、その価格がバリでの標準価格のようだ。洗濯もローカル店を見つけて1キロ8000ルピアのお店で洗濯を依頼していた。通りを歩いているとスペシャルマッサージのオファーも多く、値段を聞くと50万ルピアという返答が返ってきた。怪しさ満開ではあるが、スリルを味わいたいスケベな男性諸君は試してみる価値はあるかもしれない。インドネシア人は人懐っこく、特にスラバヤでは日本人が珍しいためか、現地人は興味津々でよく話しかけられた。また写真撮影もよく頼まれて、ちょっとした有名人気分を味わえる。訪問した空手道場では歓迎をしてくれて、マグカップのプレゼントまでいただいた。道場の場所がかなり遠く、さらに当日雨だったのでドタキャンしようか迷ってただけに、本当に行ってよかったと思った。バリは観光地ということもあり、それなりに綺麗なところもあるが、スラバヤは衛生状態が悪く、ハエがたかり、ゴキブリやネズミが地面を這い回るのを頻繁に目にすることがあった。屋台飯も例外ではなく、ハエなどが料理にたかったりしてはいたが、幸運にも体を壊すことはなかった。このように現地エリアと観光エリアを訪問してかなり違いがあるので、それぞれの目的に合ったエリアで皆楽しんでほしい。それではまた会おう諸君。